ナーロード。突然のブルマー村襲撃により開拓したばかりの村を焼かれたものの逆襲を果たした我らがパンツ村。まあやられちまったもんは仕方ない。頑張ってさらなる村の繁栄に取り組むぞー。ただいまパンツ村では炭窯で、木炭の生産を熱心に取り組んでおります。燃料効率が上がるから粘土を焼く時の効率が上がることを期待。ブリーフ村ではヘルメットの生産が軌道に乗ったので、新しい鉄鋼用に着手しよっかな。裏庭の拡張で鍛冶屋の作業場を建てれば、道具や槍、サブ武器なんてのが作れるみたいだな。これで旧兵以外の兵科も使えるように。兵科によって装備する武器違うから、何にするか迷うなぁ。弓以外の奴らは盾も必要っぽいぞ。これも作るか買わないとかな。じゃかっこいいからってことで長槍にしよっと。適当だな。槍も長槍も使う素材同じだし、攻撃力や防御力で差があるのかもしれんな。さてこの後は適当にだーっと家でも建ててもらおっと。村が増えすぎて対応しきれないからって雑すぎで草。建て忘れるよりかはマシ。ティーバック村の農地は順調に大麦が育ってきてる最中。現在収穫できるのは43か、まだ増えるだろうけど思ったよりも収穫できなそうだ。収穫量を増やすならこの肥料が強そうだけど、まだポイント足りないや。とりあえず1個前の研究取っとくか。そんなわけで本格的な畑仕事を開放し、農場管理等に牛が雇えるようになりました。ならば木材1を使って、農場管理等に工作所追加。牛を使い工作時間を大幅に短縮。さて肥料の研究も開放したいし、そろそろ家レベル上げよっかな。家レベル低い方が村人の要求を満たしやすいから、人口増やしたい時は低いままの方が楽なんだけどな。まあ気にせずレベル上げて村レベルを上げましょ。適当。工作区画を大きく広げ、来年は小麦の栽培にもチャレンジ予定。確か穀物を粉にしてパンが作れるんだったな。耕した後に休耕地にしたら肥沃度が上がらないかなとか小細工の実験とかしております。なお、実験結果を見るのを忘れるまでがうちのレイムさんだ。あれ？今何してたっけ？おい。ブリーフ村では大量建築依頼を出してるものの、追加で裏庭を拡張で野菜の栽培も依頼。もうやめて、大工さん過労で倒れちゃう。菜園や鶏や羊は労働力に一家が必要ないので、増やしただけ強くなれる多分。靴屋とか職人が必要だけどこれはいらんもんな。パンツ村の裏庭にはヤギを大量投入。ヤギからは生皮が取れるからなめして皮にできるぜ。なめした皮は靴に加工できるから、大量生産して売るのも金策にいいかもね。結構いい値で売れそうだ。火事だー。エマージェンシー、パンツ村市場で火災発生。出火元はパンツか？誰だパンツに火をつけたのは。パンツ燃やすダメ絶対。そんなことより消火活動しねえと、井戸から水を汲んでバケツリレーだ。みんなダッシュで水汲んできてー。最近みんなの生活がしやすいように、こっそり井戸立てまくってたから水は豊富にあるぜ。消火活動完了。安全確認、両押し。さて A レベルが上がってティーバック村の研究ポイントが増えたので、早速肥料を開放してみましょ。休耕地を牧草地として利用できるようになった。物流拠点の設定をパンツ村から屋根材を送りティーバック村で木の実と交換に変更。でティーバック村に届けられた屋根材は交易所で売却。物々交換で大量生産してる屋根材を他の村で現金化するマネーロンダリング。いや合法なんでただの物々交換現金化だよ。すまん。お次はブリーフ村の裏には拡張第2弾、鶏を大量生産だー。めっちゃ出した家の建築依頼がまだ 50% のところばかりなのに、容赦ない追加依頼。特に恨みはない、カッとなってやった。どっちだよ、悪いな大工よ頑張って工事してくれ。そして大麦はやっと収穫の季節。合計40ちょっとか、育ちきる前に収穫かな？来年は耕作面積も増やしたし、肥料もあるからいっぱい収穫できるよ、多分。しかしこの時フェンスを建設しないと、肥料の効果が出ないことに気づいていなかった。ダメじゃねえか。さあビールを作るぞー。この家を醸造所に拡張だー。やっとビールが飲めるぜ。醸造所する前に発酵させて麦芽にしなきゃだ。それなら別の場所の方がいいかも。これは削除で。建築依頼をミスったら住んでる人がいようと家ごと破壊する。これがうちのレイムさんだ。許さんぞ。遠佐の声が聞こえた気がした。申し訳ないけどもう一度ここに家を建て直してもらいましょ。残地物があって建てれません。こうして全居住者の謎の残地物によって、長期間建設ができなくなったのだった。仕方ないので別の場所に新たに居住区画を作った。どんまい。そうだ原料をパンツ村に送るのもありかも。ビール用に物流拠点を建てまし。
パンツ村は人口が倍だから、ビール作りも消費もはかどりそうだ。ではティーバッグ村から麦芽を持ってくるのだ麦芽に処理してない大麦しかないぞ。こいつもう脳が完全に追いついてないな。ほっへ。そしてところ変わってだいぶ復興したブルマー村、ただいま木の実の周りを伐採して減らないか実験中。茂みっぽいところで採取してるから、周辺伐採しても良さそうだが収穫量減るか気になるぜ。周辺を道で囲って建物で潰さないように工事しとこっと。おっとブリーフ村のヘルメットの在庫が68個になってた。んなわけで屋根材と交換でヘルメットを送りましょ。もう屋根材が通貨みたいな扱いになってきてんな。決して現金とは交換してくれない。それがこの世界の村の掟。融通が利かない頑固者。屋根材が我らの共通通貨になりつつある今、外貨を手に入れるため、新たに靴の販売を開始だ一足8で売れるなら、屋根材と同じくらい稼げそうだぜ。裏庭にヤギは拡張済み、大量の生皮を加工し、シューズビジネスで大儲けだ。パンツ村の工業化が進んだぜ。さてパンツ村に麦芽製造条件成立。ビール作りもあと少しだ。今は閉鎖してるイリュージョン酒場の店長も、きっと首を長くして待ってるだろう。そういやそんな奴もいたっけな。市場の有効範囲が狭いのか、物資がうまく行き渡らない。この辺さじ加減がいまいちわからん。大麦がなかなか届かず、麦芽が作れん、もう待ちきれねえ、大麦輸入だ物々交換の設定間違えたお前が悪いだけだろ。金ならあら大麦を持ってこーい。まあシューズビジネスで共有資産3700もあるし、少しくらいなら原料輸入でも問題ねっか。こうして無事大麦も届き、麦芽製造が開始。最初からこうすればもっと早くビール供給できてたな。それは言わないで。後の祭りでは麦芽も用意できたので、酒場の隣の家の裏庭を醸造所に拡張。酒場の真横で醸造。これには酒場のマスターも荷運びが楽で思わずにっこり。いつの間にかパンツ村も40世帯の住む、そこそこ大きな村になったね。移民多くて空き家がもう少ないから家建てないとだ。ならば今度はこっちの方に住宅区作ってきましょ。こっちは職場が少ないから、仕事もそのうち用意してやらないとな。あいよ。ブリーフ村にも物流拠点を建設し、ティーバッグ村にもヘルメット輸送を開始。ティーバッグにヘルメット、それが彼らの戦闘装束。服を着なさい愚か者。パンツ村にも物流拠点を追加で建てまし。3つ目の物流拠点ってお前これ管理しきれるのか？数量指定できないから送りすぎちゃったりでほんとむずい。でもブルマー村に弓を送ることで、ブルマー村もある程度自衛ができるようになるよ。ブルマー焼却事件の悲劇を忘れてはならない。我らの共通通貨屋根財産を効率よく作るため、新たに粘土と作業場間に倉庫を建設。あと防具の供給が思いのほか滞ってるので、パンツ村でも後半を作ってみましょ。埋蔵量が少ないから小規模。冬の間に耕したつもりの農地、種まきもしてたらしく、4月なのにすでに半分成長してて困惑。普通に栽培してるこっちの小麦はまだ成長初期だし、この世界の農業はなかなかに難しいぜ。いろいろ迷ってたんだけどブリーフ村でも、木炭と鉱物無限の研究を開放。本当はこっちの高級防具作成を取ろうと思ってたんだけど、チェーンメールはレベル3以上の生活区画の市民しか装備できない。すべての住民が3レベル以上になってるなら、その経済力で買えばええやん。まあ家レベルそこまで行ってるなら、村レベルも上がってるはずだし、必要ならその時改めて取りゃいいだけだな。貧民は300みたいにパンツのみで戦え。服を着なさい愚か者。てなわけでブリーフ村の鉄鉱石を無限化。これで気兼ねなく鉄取り放題だぜ。さてパンツ村の粘土用倉庫が完成したので、詳細から格納できる資源のオンオフ設定と、これ細かい設定とかできるやつだったのな。粘土と屋根材と普段あまり使わない装備品だけ、ここに入れる設定にしました。で逆に普段使ってる倉庫には粘土を入れないように設定と、粘土は向こうの倉庫だけに入るから、屋根材に加工する時の移動距離が減って効率良くなるかな？離れた森を伐採じゃあ。伐採場の周辺はすでにハゲ山。ってやろうとして森の前に伐採場建てればええやんと気づく。おい。新築の住民の職場にもちょうどいいし。ここ切ったら植林も始めた方がいいかもな。そういえば伐採といえば伐採したブルマー村の木の実はどうなったかな？恐ろしく早い確認、私でなきゃ見逃しちゃうね。とりあえず減ってない模様。焼け落ちたブルマー村、1年の月日を経て、教会の立つ立派な村に復興しました。美しい景観が彼らの誇り。
さあ同時進行が面倒で放置してた、ふんどし村の開拓を始めるぞー。ああこの土地拡張したのに開発してねえと思ったらただのサボりかよ。てへへ。では放置してたふんどし村の開発を始めたところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、ポチッとお願いいたします。嬉しいです。なんやかんやミスったりもしつつ発展するパンツ村、3年目も迎え村も大きくなってきた。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。